Hello. Hi guys. Welcome back.皆さんこんにちは。Nice to meet you ということで、このポッドキャストではですね、私、ミツが、日々気づいたこととか思ったことをゆるく話していくポッドキャストでございますと。ここに特に深い話はございませんので、のんびり聞いてくれたらいいなと思っております。はい。えー今日、こちらはですね、LA はですね、めちゃくちゃまた天気良くて、もうすごく暑いです。もう夏ですね。6月だから、夏なのか。日本はね、梅雨の時期だったりもするとは思うんですけど、ね、もう暑くて、なんか毎日喉が渇いてる。でも朝とかはね、ちょっと涼しいので、ちょっと朝はね、今日の朝も、犬の散歩をしてきたんですけどしてきたんだけど、あるね、家を通った時に、なんていうのかな、フロントポーチっていうか、家の前のお庭ね、ちょっと広いお家があって、そこに草を刈りに来る人草を刈りに来る人がいてね、手入れっていうかね、綺麗にしてたのね。芝生を。でさ、わかるかな？草を刈った後の匂いってわかる？あるじゃん。なんか独特な、あの匂い。あの匂いが匂ってきてさ、あれってなんかすごく昔の日本ね、僕宮崎なんだけど、宮崎の田んぼのなんか思い出というか、そこにちょっと連れて行かれる匂いというか、うん、でもあの匂いってなんか万国共通っていうか、なんか場所って関係ないんだなと思って。このアメリカでも、なんかその同じ匂いを嗅げるっていうことをちょっとことに気づいて朝、その匂いをすごく楽しんでたんだよね。うん。わかるかな、あの匂い。ちょっと夏っぽい匂いなのかな、あれは。草を刈った後の匂い、芝生の匂い。あれいいなと思って。はい。すごく天気も良くてすごくのんびり気持ちいいですね。っていう話をした後でなんですけども、昨日ちょっとね、イライラすることあって、で、俺どっちかっていうと、あんまり沸点が高くないというか、イライラすることとかムカつくことって全然あるんだけど、違うエピソードでもそういうちょっと話はしてるけど、あの、なんていうのかな、結構それを別に感情に出さないのも得意だし、うまくあーって、もうスルーというか、流すこともできるのね。でもあんまり本当にそんなにムカつかない。だけど、昨日、あったことで、なんか気づいたのが、結構ね、自分の中でイライラする、もうこれはちょっと抑えられないみたいな時の理由って、ちょっと共通点っていうか、この理由で俺いつもだいたい本当に我慢できない、我慢するのがすごく大変っていうのに気づいたのがあって、それが何かって言ったら、自分の時間をコントロールされてるってちょっと思ってしまう時、なんか
別にその相手がコントロールしようと思ってコントロールしてるわけじゃなくて、結果なんかこう、自分の時間を無視されてる時にすごくイライラしてるな、俺って。すごく難しい自分の中でそれをそのイライラさをこう吐き出す、うまくこう浄化するのに、なんか例えばね、なんだろうな、こう、例えばだけど、なんか仕事とかでも、こう、自分はすごくちょっと忙しいのよ。でもその相手の人は、忙しくないと。なんかのタイミングでわかんないけど、忙しくないと。でも、なんかその人が、こう、なんていうのかな、こう、仕事に燃えててね、何でもいいや、理由は何でもいいんだけど、仕事に燃えてるとか、ま例えば自分がプロモーションしたいからね、すごく頑張ってるとか、それはそれでいいんだけど、そう、で、それを、そういう熱があるがゆえに、こう、俺の今の忙しさとか、スケジュールとかタイムとか考えなくて、なんかもう、「ミツくんこれできるよね」みたいな。「これをやりたいんだけど、これ今できる？このミーティングできる？」とか、なんか俺に聞かないでまず、なんか「今大丈夫？」とか、なんかもうあくまでもなんかもう、その相手のスケジュール中心で動いてるみたいな。いやいや、まず聞いてよみたいな。そういう時とか、なんかその、今も言ったけど、なんか、いや、まず聞いてみたいな。俺はあなたと同じようなスケジュールは生きてないよっていう感じ？わかるかな？その感じ。とか、なんか、なんだろうな、なんか、勝手に計画を立てられてたりとか、なんかもう金曜日はこれをするもん金曜日何かするってなった時に、なんか、どうせ君フリーでしょ？なんか何もないでしょ？だからこれやろうみたいなのとか、ちょっと大げさに言うとね、そういう時とか、なんかイライラする。イライラするのよね。わかるかな、この感じ。なんかこう、なんなんだろうね。自分でもね、だからなんでそこに対してすごく俺はイライラするんだろう。フラストレーションっていうかさ、ストレスを抱えんだろうと思うんだけど、なんか原因は特に思い浮かばないというか、なんかでも、なんかなんだろうな、こう焦ったりとか急いだりするのが、もし自分の原因だったら別に、あの、なんていうのかな、ん、ま、イライラしないというか、うん、自分で何かこう理由があってそうなってるわけだからね。別に多分そこまで何も感じないとは思うんだけど、こう、誰かの誰かの力が加わって、俺が急がなきゃいけないとか、俺のこのやろうとしてた計画とかが崩れるとか、そういうちょっと誰かの影響でこう自分のこう、タイムとか、こうね、こう進むラインがこうちょっとずれてしまいそうになった時とかにすごくストレスをね、俺感じるんだよね。これはみんなあんのかね？わかんないけど、はい。っていうのをね、昨日ちょっと考えてて、そんなに俺ほんと怒んないのよ。俺ほんとにもうなんていうの、菩薩ですから。のそこまでね、ほんとに怒ったりとかしないのね。それがいいか悪いかは別としてなんだけど、でも、そういう時が起きた時はすっげえイライラする。すげえイライラしてる。だからめちゃくちゃなんだろうな、こう冷静になろうとするから、冷静になろうとする自分とすごく戦ってる。うーん。
あとね、もう一つ、ま、それがもう本当多分一番自分がこうイライラする理由、一番多い理由。で、もう一つ、あの、これもあるなって思ったのが、ま、これは、うん、あの、これは結構みんなあるのかなと思うけど、やっぱ自分の好きなものを否定された時、あの時のこう、ね、自分の好きなものをこう、なんでもいいや、映画でも音楽でも紹介した時に、もうちょっとでもこう、マイナスなこと言われた時の、あの、これ、マジこれどう落とし前つけようみたいな感じ？お前みたいな。あれも結構耐えなきゃいけない、あの、瞬間というか、イライラする瞬間。うん、結構今この年になっても結構、ああ、きつい感じ、あれ。あれ嫌だよね。あれ嫌じゃない？あの、なんだろうな、そこでこう熱くなって、説明するのもちょっと寒いとか思ったりしちゃうし、ま、例えばその音楽とか映画とか好きな音楽を聴かせてさ、まあ、これいい？みたいなさ、いまいちじゃね？みたいな感じになった時に、そこからさ、こうちょっと熱くこうなるのもちょっと寒いなって思ったりの葛藤もあるし、でももう、マジでこいつうぜえな、めんどくせえなっていうのも思うし、だからなんだろう、ね、なんか YouTube とかもさ、見ててさ、なんかミュージックビデオとか出て、PV とか出て、これめっちゃいいやんとか思って、これめちゃくちゃいいじゃんとか思って、ね、なんだろう、人に見せたりとかする時とか、もうそのちょっとそのテンションでさ、もう誰かに見せたい、これシェアしたいみたいな、それこそね、インスタとか、と一緒でさ、なんか共有したいみたいな気持ちはバッて一回出てくるけど、こなんだろう、ちょっと抑えるというか、こうあんまり、ちょっと紹介するのがすごく怖くなる。こ怖いという表現が合ってるかわかんないけど、これを教えて、この人は好きっていてくれるんだろうかって思って、もうなるべくあんまりこう、今はあんまりこう人にね、共有をしないようになってるんだよね。ま、いいんだけどさ、それはそれで。うん。なんかあれ嫌だよね。あれはほんとに嫌だ。ね、好きなものを否定された時の、あれ何なんだろうね。マジでムカつくじゃん。だからその感情を味わいたくないから、ほんとにこう、もうなるべく、こう人にはシェアをしないというか、もう自分の中でこう、もう止めておく。そうそうそう。そうなんだよね。だからその2つ、時間をちょっとこうコントロールされてる瞬間と、その好きなものを否定された時の瞬間、やっぱこの2つはやっぱ自分の中でこう、スイッチというか、これにはまった時はちょっとね、自分のこう、イライラさをこう、抑えるのがすごく大変。42歳、おじさんになってもね、これとね、うまくね、付き合うようにちょっと努力をしているというかね。うーん。でも怒りたくないもんね。もうイライラした後とかもさ、そういう理由で、まあ、冷めるのも早い方なんだけど、その2つの時は結構ね、こう引っ張るというか、でも、冷めた時にさ、もうなんかそんなんでイライラしてる自分もちょっとしょうもないと思うし、だからなるべくこうね、うまくこう
すり抜けるというか、避けていければいいんだけどね。まあ、難しいよね。っていう感じです。はい。なんか人によってイライラするポイントとかね、違うからね。なんだろうね。なんか自分の子供の頃とか思い出したけどね。なんか理由を探るために、でも特になんもないんだよね。なんも出てこない。なんでこうなったんでしょうね。なんかあったんだろうね。お母さんに聞こうかな。今度。はい。今日はこんな感じですね。はい。聞いてくれてありがとうございます。楽しんでもらえたらですね、いつもこんな感じでのんびり話していますので、よかったら、ポッドキャストのね、登録だったり、チャンネルの登録だったり、今では YouTube にも上げさせてもらってまして、英語のね、サブタイトルもつけて、上げておりますので、そちらの登録とかもしていただけたらいいなと思っております。はい。じゃあ、こんな感じですね、今日は。じゃあまた次回ですね。はい。それじゃあ、次回。バイバイ。